れめっちゃうまい。大会を宣言いたします。と思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、今ですね、東北道に向かって走っております。今日はですね、明日がキャンピングカーバケーション in 東北の開催なので、会場の方までね、今向かっております。で、ただね、距離がね、400キロ以上ありますので、ちょっとね、たどり着くのが深夜になってしまうかなと思っております。本当ね、僕も今日は普通に仕事終わってから来てますので、それなりにね、時間かかっちゃってます。仕事終わってからね、400キロ運転するのはなかなか酷なんで、もしかしたらその手前で寝ちゃうかもしれないです。はい、今ですね、仙台南インターの近くまで来ております。次が仙台宮城インターですね。目的地まではあと117キロかな。なんで300キロ走りました。まだ着かないんですよ。あと100キロあるんで、遠いっていうかあれなんですよね。ちょっと場所がね、これから海岸沿いの方にも向かっていかなきゃいけないんで、だからちょっと時間かかってるかなっていうのが、ね、あると思います。明日もね8時にね集合ということなので、なるべくね現地会場の近くまでは最低限行きたいかなと。そうでもキャンバケに参加してくれる方々も同じような境遇で来てくれてますので、そこはね皆さん一緒なのかなということでね、あと110キロぐらい頑張ってね運転していきたいと思います。はい、今ですね、宇多津インターまで来ました。あれからですね、100ちょっと走りまして、残りですね、2.4 キロです。だいぶね、疲れてます、今日は。長かった。7月に岩手、宮城の旅に行ってまして、その時もね、この浜で宇多津さんに来ましたので、なんとなくね、場所の雰囲気は覚えてるんですけど、今日はね、見ての通り、もう夜なので、あんまりね、ちょっと場所がよくわかんない。やっぱりね、一応今日金曜の夜なので、比較的平日なのもあるのか、車はね、本当に走ってなくて、無事に完走できそうです。この動画ね、多分東北の岩手、宮城の旅よりも先にですね、キャンバケの動画が出てると思いますが、またね、この辺もね、実は7月にね、キャンピングカーの旅に来ております。ぜひね、そちらの動画も、このね、キャンバケの動画の後にまた出てくると思いますので、チェックしてもらえたら嬉しいです。あそこなんか電気ついてるね。そうかな。でもついた。うん。結構割と車もう前夜祭組かな。やってる。特別会場なんですよ、今回。なので、このね、通常の駐車場とは別で、奥で撮ってもらってますんで、これですね、多分丸んぽさんかな。なんかいっぱいいるの。いっぱいいるね。いっぱいいるね。はい、ということでね、無事に到着しましたので、この後ね、ちょっとゆっくりしたいと思います。今ですね、無事に到着して、ちょっとね、ご挨拶だけ行ってきました。見えるかな？向こうのね、サイトの方で、皆さんね、もう集まっておりました。今日はね、もうほんと10代ぐらいしかまだいないみたいなので、前夜祭組と、あとスタッフですね。うちはね、もうちょっとね、ご飯ね、先食べようかってことで、もううーちゃんに関してはもうパパのね、ベッドのところで寝てます。で、今日はもうここにね、乗っけて、ここでパパッと食べちゃおうかなと思ってます。はい。で、今日はね、もうこんな感じで買ってきたお刺身。あと今揚げ出し豆腐。電子レンジで温めております。今日はね、もう買ってきたもので済ませます。で、明日ね、本番ね、浜あれ、宇多津さんの方のご飯屋さんやってますんで、そこでフルで活用しようと思ってます。基本ね、だからあんまり持ってきてないです。なんかね、お酒もね、売ってるらしいんで、お酒もそこで買おうと思って、一応ビールだけ買ってきましたけど、基本的にはもうそれで過ごそうと思って。もうね、今日はね、本当に疲れた。でもね、今日ね、もうここまで来ちゃったんで、あとはね、寝て、逆に明日はね、フルに時間使えるんで、前入りするのがやっぱ一番楽ですね。はい、もう今日はね、これをさっと食べて寝ます。じゃあ乾杯。今日もね、途中でご飯食べなかったので、食べちゃうと多分眠くなるから。うーちゃんだけね、ちょっと先にちょっと食べて、横になって、またお腹空いたら食べるかな。別のもあるんで。じゃあね、軽くご飯食べて飲んでですもう今日はもうこれでおしまいですけど、またね、明日に備えます。はい、おはようございます。今ですね、7時46分で、室温 24.7 度、湿度 63% です。夜はね、エアコンなくても眠れたかもしれないぐらい涼しいです。一応ね、かけっぱなしにはしてました。
で、今日はですね、これから8時にね、スタッフ、それからゲストはね、集合ですので、この後ね、着替えてね、というか外出て、準備にね、回りたいと思います。はい、ということでね、キャンバケ2日間頑張りたいと思います。はい、こんな感じですね、会場は。今ですね、全泊組の方々がいらっしゃいますので、ざっくり10台ぐらいかな。で、これからですね、スタッフ集まってますので、移動したりね、今日の打ち合わせをしていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こんな感じですね、今準備していただいております。この後移動する感じですよね。一旦皆さんでこう配列を、縦の線を引いてあるんですけど、はいそこに右側を合わせてこっち向きで並べていきます。今ねちょうど相談してたのはこちらね菊新さんです。監督はまだ寝てますね。はい、今からですね入場開始しました。早速ねかなり大きい1台が入場されております。キャンピングカーバケーションイン東北ですね。今から入場開始です。まあねいつも通り雨が降っております。なんでかわからないけど雨率が高いキャンバケです。もうすでにね待機待ちの方もね何台かいらっしゃってますので、順次ね中に入っていただこうかなと思っております。ちなみにね今回もですね豪華商品がありますので、はい、今回もねしっかり商品並べております。で Apple Watch とかもねまたありますので、でこれとは別にですねまた景品が2つほど用意されております。菊新さんの部分も溜まっております。これめっちゃ面白そう。ちょっとね難しいのがね大きいバスとかですとねスライドアウトとかしますので、どっち向きがいいかとか、あとエントランスのね向きとかもね外車とか日本車とかによって違いますので、それぞれね今オーナーさんに聞きながら合わせております。おはようございます。ボーダーバンクスです。いいですね。自転車が後ろに積んである。はいそうですね、だいぶ台数が入ってきました。こちらねバスコンゾーンです。おはようございます。おはようございます。こんばんは。T シャツありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じですね。キャブコンが並んでおります。かなりの台数ね今入っております。こんな感じで見えますかね。後ろまで続いております。それぞれですねエントランス側にスペースがありますので、そこでねオーニングも出すことができます。そろそろあれですか、もう入りきらなくなる。ラストですか。そうですよね。ここってどうしますか。入ります。そうですか。そうか。終わりです。入れるかな。今開会式裏の出来事です。はい、もう間もなくですね開会式始まります。はい、皆さんこんにちは。船虫。ご参加の皆さん、バケーションイン東北にお越しいただきましてありがとうございます。キャンバケ初かもしれないですが、雨降ってないっていう。はい。皆さんおはようございます。酒ずっと提供しますんで。もう皆さん全員ここで寝てもらって構わないので、今楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。うーチャンネルさん一言お願いします。うーチャンネルのうーちゃんです。今日はよろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。菊新チャンネルのチャンネル先引っ張る。はい、では2023年9月16日東北キャンピングカーバケーション開会を宣言いたします。あとまだまだビンゴ買えるのでよろしくお願いします。はい、今回ですね来ていただいているのが自然卵のクレープ屋さんです。車もねすごく可愛い。一瞬キャンピングカーかなと思っちゃったぐらいおしゃれな車です。はい、今日来ていただいております。はい、旅するマッスルシンガーです。天童清隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今日は歌ってもらえるってことなんで。そうですね。はい、急遽ちょっと歌うことになって、ステージで、歌わせていただきます。いやー楽しみにしてます。ちなみに車もキャンピングカー乗られてるんですか。そうです。こちらのジャーニーというはい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 。キャンピングカーでタイプ R というものに乗ってます。そうですよね、はい、ステッカーとかも全部全部撮ってて、はい、真っ白ですね。後ろだけちょっと、はい、後ろの車の方にちょっと分かるようにあマッスルシンガー。なるほどなるほど。はい、これだけちょっとはいはいはい。もう結構長く乗られてるんですか。いやまだ3ヶ月しか乗ってなくって、はいはいはい。本当に東京の家を引き払って今ここに住みながら、
そうなんですか。そうなんです。なるほど、もう本気ですね。本気です最初本当はハイエースぐらいのやつにしようと思ったんですけど、はい両方お金かかるし、もうだったら住んじゃえっていうことで買っちゃいました。こんな感じでわキーボードがすごい室内にキーボード置いてあるってそうなんです。初めて見ましたね。バリ棒を作って服かけてるんですよ。これ多分あんまりやってる人いないと思う。これあれですよね、一人仕様で技ですね。冬とかなったら全部ここにもうあすぐここで着替えられるように。そうですよね。今回のキャンバキは何であれなんですか。私キャンピングカー生活して一人もキャンピングカー友達がいなくって、ネットでキャンピングカーオフ会で調べてたらここが出てきて、あ、そういうことですか。もうすぐに申し込んでびっくりですね。偶然っていうかあれですね、たまたま探してくれて、たまたまヒットしてみたいな。今日と明日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マッスルシンガーはい、ということでね、今日ご協力していただいているこのハマーレ2つというね、復興商店街さんです。いや、いいですね、天気が持ったから。ここで購入できるとこがたくさんあるんで、もう全部ここで揃えちゃおうかなって。あ、すごいいっぱいある。めっちゃうまい。マジでめっちゃうまい。こんにちは。今日よろしくお願いします。ここはもともと日本酒が売ってるお店なんですか？基本的にはうちは宮城県内の酒を置いてる。じゃあ何でも置いてるっちゃ置いてる。はい、あちらにはジャパニーズのみウイスキーを。ああ、はいはいはい。宮城郷蒸留で作られてる宮城県の商品。あ、そういうことですね。僕も生いただきたいです。最近のおすすめにシンバーハウス。へえ。シンバーハウスグリーンプライドめちゃくちゃうまいです。ごめんなさい、僕もそれに変えます。日本酒は県内の県内ですね。今の時期だとおすすめは水鳥ティックのやつの冷やおろしですね。これか、冷やおろしってやつですか？はいはいはい。へえ、ありがとうございます。ぜひご賞味ください。ここ来ればいつでも飲めるんですか？基本的には今なくなりそうですけどいつも飲めます。ちょうど今なくなりそうなんですね。はい。19番。マジっすか。500円券が2000円です。何か丼食べれます。よっしゃ。キャンピングカーバケーションで発行しているここのハマーレ2つで使える商品券です。初車中泊で寝返り打って膝でこれエアコンすごいっすよね。めっちゃ効きますよ。じゃあ聞きます一人車中泊、一人キャンプ用にいいっすよね。最高っすよね。いきますよ。じゃあビンゴ59番。はい、ポタデンおめでとうございます。と思います。またで、はい、関さん提供です。菊新さんのバスなんですけども、皆様をね送り届けてくれる温泉まで、これありがたいですね。大空への曲をお届けしたいと思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ごめんなさい、お邪魔します。すみません。なんかとんでもない車を拝見させていただけることになって、これすごっ。いや、すげえ。むちゃくちゃかっこいいです。ここが今スライドアウト。信じられないですね。まさかのブルーティーがここに。ブルーティーがめちゃめちゃちっちゃく見えますもんね。これって何ですか？シャワーですね。あ、ここシャワー室。物置になっちゃう。あ、ここトイレなんですか？いや、扉でかいっすね。照明かっこいいっすね。なんかあれです、ギャップがすごいですね、この車。めちゃくちゃかっこいい。もうトイレが家のトイレよりも豪華なトイレ。これだけ席とかちょっと違うんですね。マッサージチェアです。マッサージチェア。マッサージチェアがついてるキャンピングカーは初見です。ちなみに何年製なんですか？これはモデルだと2001年です。2001年モデル。これが最終型なんですか？そうなんです。
めちゃくちゃ綺麗ですよね。そうですね、フルリフォーム。リフォームすごいです。キャンピングカーのリフォーム物件です。なかなかないです。めっちゃかっこいい。テレビでかっ。モニターでかいっすね。はい、先日ですねお世話になったエメズホイールさんですね、今到着してくれましたので、ホイールがめちゃめちゃ輝いてる。ステッカーの貼ってない真っ白のクレーム。はい、こちらのブースはですね2サイト分の横でタープ出して、やっていただいております。結構ねこれぐらいであればスペースも通れますね。あ、太間由紀さんお邪魔しております。こんばんは。こんな感じでですね皆さん楽しんでいただいております。よいしょ。はい、今ですね車に戻ってきました。でこれからね歯磨きしてもう寝ちゃいます。ふいちゃん楽しかった？はい、明日ねキャンバケ2日目、皆様よろしくお願いします。はい、おはようございます。今ですね7時18分、室温 24.4 度、湿度 69% です。夜少しね雨降りましたので、湿度上がってますけども、実際ね車内寝る分には全然快適に眠れました。もちろんエアコンもねつけっぱなしで寝てたので、その分ね、快適さを保てたかなと思います。ふーちゃんマンおはようございます。今日は大事なお仕事があります。何でしょう？じゃあ行きましょう。はい、おはようございます。2日目もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここに並んでるこれってちょっともう朝からめっちゃ気になってるんですけど、これ何やるんですか？これを積み上げて、30秒でどんだけ積み上げられるかっていうのを。そういうことですね。全員参加で。全員参加で。これでも結構難しそうですね。これちなみに何時ぐらいから始めます？これ9時から始める。もうすぐ開始です。でこれで優勝した方はこれがもらえるという。皆さん頑張って牡蠣を積み上げてください。いきます。よーいスタート。ここでやめて。悪いわ。決勝行きます。悪いおじさん。6。ほや食べられますか皆さん。早めに押していただいて。ホヤ得意ですか？汁ね少しずつじゃないですか。この大きさすごいな。結構でかいっす。これ大きいっすよね結構。なんかもうみんなで写真撮って。よーいスタート。いや結構時間かかんねえな。優勝です。エコフローのサムネ電源です。おめでとうございます。はい、昨日からね楽しかった2日間もあっという間にね、閉会をすることになりました。うチャンネルさんから一言。ちょっと最後にですねじゃんけん大会をやろうかなと思っております。でちゃんと商品を一つだけ用意してますのでちょっと持ってきますね。はい、ということでこれからですねこれ持ってきます。よし、こちらですねエコフローさんのデルタ2っていうモデルを持ってきましたので、ぜひじゃんけん勝たれた方は持って帰ってください。じゃんけんポン。じゃんけんぽい。ドキの方、もう一人。おめでとうございます。じゃあおめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと重たいんです。はい、これからですね会場が始まります。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。鍋かし今回枠ガラガラなんで。ありがとうございました。よろしくお願いします。またお願いします。さあ、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また。
こっちだから言うとあ、こっちこっち。映りたい人たちがいっぱいいる。ありがとうございました。遠いところからお気をつけて。ありがとうございました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 。お気をつけて。仕事してる？あれライン全部引きましたからこれで終わりですかね。すいません、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。じゃああっちの方で。もうフィニッシュですかこれ。筋肉見せたがり。筋肉は裏切らない。はい、そしたらそろそろ会場後にしますので、最後ねマルンポさんに挨拶して出たいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に菊池さんも今回ちょっと本当にありがとうございました。いろいろと。はい、気をつけて。ありがとうございました。いろいろと本当に。ございました。じゃあすいません、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。ぜひやりましょう。はい、今ですね、キャンピングカーバケーション in 東北無事に終わりました。で、これからですね、出発して、帰ります。はい、ということで今回はですね、初めての東北開催ということでね、キャンピングカーバケーションやってきましたが、規模感でいうとね、いつもより半分もしくは3分の1程度の、台数だったんですけども、すごいね、皆さんとお話しする時間いっぱい取れたりとか、いつものねキャンバケとまた違うね、少しこうコミュニケーションが取りやすい場になったのかなと思っております。今ね見えてると思うんですけど、こんな感じでですね、もう今ねスタッフと後泊組しかいないんですけども、すごいねいろんな方々とお話しすることができました。はい、で今回はですね、地域のね、方のご協力もいただいて、あとね商店街いつもよりもね、少し長い時間っていただいたりだとか、量もね少し多めに出していただいたりだとか、そういった形ですごいねいろいろやっていただきました。初めてね今回キャンバケ来ましたという方も実は多かったんですね、今回のこの東北で。というのもやっぱり今までね関東とか関西でしかやってなかったので、やっぱりちょっとね遠くてなかなか行けないんですよねって言われてた方が今回ですね参加してくれたりとかして、すごいねいつもと本当ね雰囲気も違うようなキャンバケになりました。でまたね次回ねキャンバケ、次は九州で、あるんですけども、九州もですね実はこちらも地方開催になります。こちらもね少しねいつもよりか規模は小さいんですけども、またね東北の時と同じようにちょっとね新しく、見えてくるものもあるのかなと。今回ねマルンポさんとかね菊池さんとも話してて、ちょっとねいつものキャンバケもいいけどこういうキャンバケもいいよねっていうのがお互いね、認識できたというか、これをねもう少しねこの形で規模を大きくできたらねやっぱりそうなのかなと思いました。はい、それぐらいね今回のキャンバケではやってみてね、僕たちもねすごくね学ぶところが多かったです。でもやっぱりね何よりも参加してくれてる方がね一生懸命盛り上げてくれたりもしてくれたので、そういうところがねすごくいいイベントになったなと思います。その後ですねキャンピングカーバケーション和歌山はですね、このねキャンピングカーバケーションの中でもメインでやってるキャンバケになります。メインの方はね台数もかなり多く会場も取っております。でもうすでに100何十台かも応募をいただいております。もうぜひねこの東北で来て楽しかったなって言ってくれた方、それからまた九州ね行ってみて楽しかったなと思われた方、前回の渚園で楽しかったなと思われた方で、今回の動画を見てちょっとキャンバケ参加したいなと思ってくれた方、ぜひですね2023年最後のキャンピングカーバケーションの方にまだね枠も少しありますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいなと思います。今回のね動画見ていただいたと分かるんですけども、他のねキャンピングカー見たりとか、他のねオーナーさんと話したりだとか、やっぱねキャンピングカー持ってる人同士での話ってなかなかねする機会ないと思うんですよ。僕らもあんまりないんで、そういった面でもいろんなね楽しみ方ができるのがこのキャンバケなのかなと。人と人とのね、絆というかつながりとか、そういうところからねキャンピングカーバケーションって始まってますので、ぜひですね参加していただければ嬉しいです。ここのその道路の、そこの今の電柱、そこぐらいが民家だったってこと？そうですそうです。今本当にこのテントの並びで見える電柱があるじゃないですか。あの電柱付近です。じゃあもう向こう側はもうすぐ海っていうのは変わらずにですね。で住宅がもう結構ここは多かった。もう多分数百あった。逆に今はもう商店街、そうです。今はその宅地制限があって、震災でその波がかぶったっていう地域には家建てられませんよっていう、今はその大体の人たちは山を切り崩したところに新しい住宅地を作って、
そこに皆さん家建てて住んでらっしゃる。だったりその家建てなくてもいいよっていう方は、はいその町営住宅がいっぱい建たれてるんで、はいそっちに住んでるって感じですね。あ、そういうことなんですね。で、ここの商店街、玉あれ歌つっていう、ここは昔からあったわけではない。そうですね、基本的には、まあ、新規店舗ももちろんあるんですけど、はい三郷前商店街っていうのがあって、そこにいた店舗たちが混ざってるって感じですね。この辺りにあったんです。そうです、この道路の今ここ7メーター上がっちゃってるんですけど、この7メーター下ぐらいにそういう商店街が道路沿いにダーッとあったって感じですね。まあちょっとその震災があって、はい、それからここでもう一回やり直すっていうような。そうです、僕の親父がそういう風な感じでやっぱ要望があったんでしょうね。最初はこういう商店街じゃなくて、当時僕らは大きいこうテントに何店舗か入って三郷前テント商店街っていうのをやってて。じゃあその時からやられて復活して、で今もここのまた新しい店舗として構えて、変化みたいなのってあるんですか？やっぱりその観光客の方にもともと来てもらってる商店街ではなかったと思うんですよ、震災前。やっぱり地元の人が地元の店に買い物に行く時に使う店なのかなっていうふうに思ってたんですけど、今となっちゃもうこういうふうに観光で皆さん来ていただいたりとか、新しいつながりができてるので、まあ客層はガラッと変わってるのかなと思いますね。そのテント商店街から、旧浜原の前の旧三郷前復興商店街、8畳ぐらいのプレハブを買ってきて、それでスタートしたって感じです、僕自身は。実はその1年間があって、そのここを作るまでの間にここに商店街があったので、じゃあここにこれを作るために僕らは一旦道路向かいに移動したんですよ。そっちを先に増設というか、この高さに調整する作業を終わらせてもらって、そっちに移動して1年ぐらいやってる間にこっちができて、でこっちに移ってくるって感じで。あ、そうなんですね。間があるんですね。そうそう、右往左往してるんですよね。地元の声、リアルな声としては、まあ復興としても当然頑張りたい。でもその一方でもう別にそういうのもしなくてもいいかなっていう声もやっぱあったんですよ。いや、それは僕ら側が言うのもあれなんですけど、復興の応援とかっていう思いで来てもらうことってめちゃくちゃもちろんありがたいことなんですけど、でも僕らとしてはの話をすると、仮説じゃなくて本説でこのテナントでやっていくよっていう話をした時に、復興したくねみたいなのもちょっとあったりして、ちょっとそれに関しては僕もそう思ってて、だから来てもらったのを理由としてこの応援に来ましたとかじゃなくて、別にただ遊びに来ましたって言ってもらう方がちょっと感覚的には嬉しかったりするかなっていうのがあります。形上復興ってほらいろんな形があると思うんですよ。現状復帰が復興なのか、これからもっと発展していくのが復興なのか、それとも一応僕らとしては形として本説っていう形になってるので、それを一旦商店街としての復興と捉えるんであれば、ただ遊びに来たっていう言い方の方が僕らとしては受け入れやすいよねっていう。本当なんか普通に遊びに来る感じの方が、もうだって観光地に遊びに行くのに気使うとか意味わかんないじゃないですもんね。それでいいと思うんですよ。で今回ちょっといろいろ協力してもらってありがとうございます。こんな感じでもう出していただけると、皆さん飲む人ばっかりなんで先ほどからいろいろお話も伺いして今日はいろいろありがとうございました。どうもありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。